どうもってなるんです。本日なんですけども、ちょいと先日、大阪に行ってまいりまして、大阪に行った目的というか理由というか、そういったものは多分次の動画かなで明らかになるとは思うんですけど、この大阪の難波にちょっと立ち寄る機会がありまして、そこで昔ながらのね、鉄板焼き屋さんというか、お好み焼き屋さんというのか、なんかそういった老舗というのかな、もうほんと昔からやられてますよっていうそういったお店にね、お昼ご飯を食べに行くことがありまして、そこで普通のお好み焼きとか食べてたんですけど、そこでね、ちょっと変わったおむそばに出会いまして、でそれがねもう普通に美味しいし、ちょっと感動しちゃったんですよね。わあ、その作り方簡単と思って。なので今回はそのお店のおむそばというか、ネオおむそばというか、それをちょっと再現してみたいなと思います。もちろん普通のおむそばというか、そういったものも作れますんでね。というわけで早速本日も作っていきましょう。じゃあでは作っていきましょうか。まずそれでは今回の具材たちの下準備から参ります。なので今回の材料をせーの、こちらから豚バラブロック、ヤリイカ、紅生姜、キャベツ。今日はものすごくシンプルっていうか、あの時食べた大阪のお店の具材そのまんまって感じです。もちろんこれ以外にも麺とか卵とか使うんですけど。じゃあまずこちらのヤリイカから参りますか。で、こちら今回ご用意したヤリイカなんですけど、同じようにこう、シュッとしたケンサキイカ。あれとの見分け方なんですけど、このヤリイカって、ヤリっていう言葉がつくみたいに、ものすごくここがこう、シュッとしてるのがヤリイカ。ケンサキイカはほんとケンサキっていうみたいに、もうちょっと剣の先っぽみたいな形をしてるんですよね。で、あともう一個このヤリイカって、足がすごく短いんですよ。ケンサキはもっともっとこう足が立派というかね。だけどこのヤリイカってテナシイカってね、一部の地域で呼んだりするんですけど。ちなみに僕が今住んでる福岡やと、これササイカって言ったりします。パンダが食べる笹の葉みたいにすごく細い形をしてるので。で、今このケンサキとの違いをこうね、ぶわっと述べてみたんですけど、ケンサキイカって結構高いので、スーパーとかではあんまりお見かけしないのかなと思います。なんとなくイメージつきますかね。九州居酒屋さんとかで、イカ刺し入荷中みたいな、すごく綺麗な透明なイカがバーッと並んだ写真があったりしません？店先に。あれがケンサキイカ。イカで有名な佐賀の呼子とかはケンサキイカをね、呼子のイカとしておろしたりするんですけど、あっちの方がこのヤリイカでももうちょっと肉厚でこうお刺身で美味しいんですよね。こっちのヤリイカはケンサキと比べるともうちょっと身が薄いんで、この炒め物とかに結構使われるイカ。では脳書きはここら辺にしておいて、早速焼きそば用にさばいていきましょうか。で、このさばき方はもう笑っちゃうくらい簡単で、まずイカの表と裏のうち、こっちの表面を上にして、ここを開けるとちょっと見づらいかな。ここのとこでつながってるの分かりますかね。ここのとこに指突っ込んで肝を傷つけないように優しく優しく、ほんと簡単にペリッと剥がれますんで、だいたいこの辺ぐらいまで外すともうガッパガバになりますんで、あとはゲソを持ってツーッと引っ張ると中身が全部トゥルンと。で、こっちはあともうこの軟骨の骨だけ抜いて終わり。これを輪切りにするだけで、ヤリイカの肝なんですけど、スルメとかはね、もっともっと綺麗な肝があるんですけど、ヤリイカそんなに肝を持ってないので、もう裏側向けて肝の付け根から指でもう外してポイ。外した後の目の上のここからまず切り分けて、ここ軟骨のコリコリした美味しいところで、あとここのとこは裏側向けて真ん中から切り開いてあげて、まずはここのくちばし、この黒い牙だけ取ればカラストンビっていうすごく美味しいところで、この目玉をあと流水で流せばこれでもう綺麗さっぱり。あとは食腕にぴっしりついてる牙みたいな鍵爪状のところを包丁の背でこそぎ落として、でこの長いところここね、包丁の背でこそごうとすると簡単に切れちゃうんで、もうここは僕食べなくていいのかなと思います。で、ちょっとごめんなさい、こっちの胴体側1個処理を忘れてました。つぼ抜きした後の大体この辺にこういう感じのエラが入ってるんで、それだけを抜いてあげる感じ。これで準備完了。そしたらこのヤリイカ、この端っこの部分そこまで硬いわけじゃないので、もうこのまんまもう皮も耳も全部ついた状態で輪っか状に切ってあげるだけ。
で今回こちらのゲソ関係は使わないので、こうやって串に打って今夜のお夜食の串焼き、軽くお醤油を塗りながらね。続きまして今回も登場、豚バラブロックで、何回同じ話をすんねんって話ですけど、もともと油があったこの跡に対して垂直にこういう向きに繊維が入ってるので、繊維を断つように切る方向としてはこっち。でもこういう向きに入ってない繊維の代表例がこういう感じの。なのでここの部位は除去。これで繊維が同じ向きに。そしたら今回は4分割にまずしようかな。そしたらこれをこの向きにスライス。でこれ豚バラスライスを使ってない理由なんですけど、今回のこの焼きそばを参考にさせてもらってる大阪のお店、そちらが豚バラスライスじゃなく焼肉用の豚バラぐらいちょっと分厚めやったんですよ。そしたらそっちの方が豚肉自体の主張がはっきりしてて美味しいなと思ったんで、もうこれは完全にパクリですね。でこっちのさっき外した部分はちょっと大きさだけ食べやすくしてあげて、軽く繊維だけ助けて、本当に軽くだけで串に通して、これも串焼きにしましょうかね、お夜食の。はい、次ならあとはこのキャベツだけですね。てかこのキャベツえらい立派やな。で今回切り方はちょっと中華っぽくいこうかな。まずはこれを半分ので、芯のここのてっぺんのここを境目に、今度はこっち向きに半分ので、さらにこれを半分。そしたらこれをこうからのこうからのこう、こういう三角形に切ってあげる感じ。ホイコーローとかと同じ切り方。なんかあれなんですって、こうやって切ってあげると火が入るとこうやってくるんと丸まるから立体感が出るんですって。実際そんなに変わらない印象ですけど、多分今回はもうこの半玉分でよかろう。ではいよいよこちらの本調理に入っていきましょうか。で今回なんとなく今回はホットプレートでいこうかなと思います。なんか雰囲気出るしね。で今回のソースなんですけど、そこのお店のソースが焼きそばソースじゃなくてこれやったんですよ。オリバーソースのお好み焼きソースの甘口で、僕初めて知ったんですけど、これ福岡やとねなかなか聞かないんですけど、もうこのオリバーソース関西やとド定番中のド定番らしいですね。これ初めて知った。でこのオリバーソースを使ったそこの焼きそばの食べてみた感じの感想としては、もっとサラッとしててスパイシーな香りのする焼きそばソースではなくて、もうちょっとドロッとしてて甘いこのお好み焼きソースやったんで、結構食べてみた感じ甘めな焼きそばって感じで、しかも結構粘度の高いソースなんで、食べた時に口の周りが結構ソースでべちゃべちゃなる感じ、濃い感じの焼きそばでしたね。っていう前置きはここら辺にしておいて、いざ作っていきましょうか。そうしましたら、まずは軽く油を塗っといて、ホットプレートがぬくもったところで豚バラドン、で空いたスペースにイカドン、そしたら軽く塩コショウ、そしたら全体に火を通して、火が通ったところでサルベージ、そしたらこの豚バラの油を使って、はい、キャベツドン、キャベツにも火が通ったらサルベージ、再度油足して、麺両面軽くこんがりとさせたら水、
んで蒸し焼き。麺がほぐれてきたらここで登場オリバーソース。そしたら最後この具材と混ぜ合わせればはい、焼きそば完成。そしたら第2陣ゴー。これにて第2陣完成。そしたら第1陣と合わせてこの巨大な焼きそばの山にしたところでサムネイル撮ってきます。よし、ただいま。結構いいサムネイルが撮れた気がする。そしたらこのホットプレートをまた調理で使いますんで、ちょっとこの焼きそばを回収。あかん、また洗い物が増えていく。でもしょうがないんですよ。YouTuber って洗い物を増やす生物なんですよ。ではここからいよいよおむそばを仕上げていきましょうか。使うものというか味付け関係で言うと、まず当然卵。で、それからケチャップとかマヨネーズとかソースとか、あと青のりとか、こういったものを使って仕上げていきましょうか。で、ちょっとこっからの流れちょっと変則的になります。今回3種類のおむそばを作ろうと思ってまして、まず1つ目。普通にこうパンパンって折りたたむタイプのスタンダードなおむそば。このスタンダードのやつに関しては、このキッチンで仕上げて実食部屋に持っていきます。で、実食の方でスタンダードが食べ終わったら、いよいよ今回のメインであるネオおむそばを作って、で、それも食べ終わったら、ネオおむそばをさらにちょっとパワーアップさせたネオおむそばを作って食べていこうかなと。なんとなく伝わったかな。一応今回こういった形で進みます。では、まず普通のスタンダードのやつからいきましょうか。そしたらまずは鉄板に油を塗って、温まってきたところで、まずは卵。そしたらまた半熟の状態で焼きそばを置いて折りたたんで、めっちゃ下手くそやけどとりあえずこれスライド。あとはこれを量産するだけ。お、これ結構綺麗なんじゃない？はい、こっち。待って、最後めっちゃ綺麗に負けた。ちょっと満足。ほら、最初と全然違う。やっぱこういうのは経験値やね。そしたらソース塗って、でケチャップとマヨネーズ、あとは青のり振ればこれでスタンダードなおむそば完成。では実食編へ行こう。というわけでおじゃに完成しました。脂肪と糖、めっさうまそうやけどめっさカロリー高そう。
で、この大食い動画としては、おそらく巨大な皿にこの焼きそばをブワッと盛って、で、半熟薄焼き卵をバババババーっと重ねていって、全体を覆うようにして、で、ソースビヤーだと思うんですけど、見栄え的にはね、やっぱあったかいまんまがいいよね、食べるならね。冷めたおむそばは絶対美味しくない。だけなんかちょっとこう、なんていうんですかね、なんか少ないように見えると思うんですけど、大丈夫、焼きそばまだまだいっぱいある。追加分はどれぐらい作るかはあんま決めてないですけど、まあ美味しく食べれる範囲内で、そんならばいただきます。火を使った後のビールは格別。そんなの食べていきましょうか。やっぱ一番綺麗に焼けたやつからいきたいよね。あ、それだけは帽子かぶりますね。まだまだこの後調理が残ってますんで、髪の毛混入防止。そしたらあとは仕上げの紅生姜を添えれば、これでどう？もうバカほどうめえ。そう、この焼きそばの味甘いんですよ。で、この分厚く切ってある豚バラ肉がもうね、本来主役であるはずのこの麺になんかもう食ってかかるかのように主役の座を奪おうとするんですよ、この子。存在感がすごいの。でもこれがいい。で、これ焼きそばソースと比べるとスパイスの量とかそういった比率的にはそんなに多いわけでもないので、味わいとしては非常に優しい。で、しかもそれを卵で包んであるんで、なんだろうね、遊園地でいうところのティーカップぐらいの優しさ。多分すごく食べやすいと思います、これ。で、続いて紅生姜たっぷり乗せて、いや、もっと欲しいな。やっぱり思う。焼きそばの影の主役、紅生姜。紅生姜が入ると一気に酒との相性がぐんと上がるよね。そしたらもう一回ちょっと紅生姜添えて、続いてこちらは鰹節わっさー。あ、これ鰹節マストだわ。僕はあった方が好きやな。で、今回作る時に豚バラで炒めて一回取り出して、でその後キャベツ炒めてまたキャベツも取り出して、んで最後に麺を炒めて全体混ぜ合わせるっていう順序を取ったんですけど、やっぱ大量調理をするんでいっぺんにはできなかったんで、だから一回ずつ取り出してたんですけど、なんかね、そのおかげでまずキャベツがさ、ちゃんとまだシャキシャキというか食感が残ってて、んでキャベツから余分な水分とか出てない分、なんていうかべちゃっとしないっていうか、そんな水っぽくない。なんか結果的にいいように働いてくれましたね、この順番がね。そんならばこれにてスタンダードタイプは終了ですね。マジで一瞬、ものの5分。そんならばちょっとこちらちゃちゃっと終わらせちゃいますか。ではここからいよいよネオオムそばに参りましょうか。てかこのネオオムそばもそうですけど、この後のネオオムそばが超楽しみなんですよね。いや、絶対うまいって分かってますもんね、アレンジ。まず油を敷き直して、こっからまた溶き卵を流して、で焼きそば引いて巻いてってすごいめんどくさいでしょ。こういう時ネオオムそばいいんですよね。そしたらまず溶き卵をご用意いただいて、ここに焼きそば10日、具材もたっぷりと。そしたらこれを混ぜ合わせて、そしたらこれを鉄板にダバー。ちょっと紅生姜も。で、ここで結構しっかりと焼いてあげて、
焼き付けるようにして、いい感じの焼き目がついたところでこれを半分に折り返して、もうこれで完成ね。めっちゃ簡単でしょこれ。はい、ダバー。しっかりと焼き付けてから半分に折りたたんで、これで完成。よいしょ。というわけで焼き上がり。あとはここにソース塗りたくって、あとはマヨネーズ。てか多分ね、僕これ焼き方失敗したかも。次ちゃんと訂正します。多分次はもっとうまくいくと思う。あと青のりわっさー。よっしゃ、いただきますか。今回先にもう半分に割ろうかな。これでかい系。やっぱ違う。こんな感じじゃなかった。いや、これはこれで美味しいんですけど、ちょっと中がレアすぎるね。もうちょっと中まで火を通してもよかったな。次、こうご期待ということで。でね、この焼き方もそうなんですけど、僕が食べた大阪のこのおむそばって、もっとね、中の焼きそばがもっともっとソースでべちゃべちゃやったんですよ。で、すっごくしっかり味だったんで、もうちょっと焼きそば自体を濃くしてもよかったかもしれんね。これはこれで美味しいけどね。やっぱお店の味を再現しようとすると難しいね。楽しいけど。ならば次のちょい足しアレンジの前に、ちょっと悔しいけどもう一回焼かして。そんならば先ほど同様、溶き卵に今回は焼きそばをもうガンガン温めてきました。そしたらこれを混ぜ合わせて油引き直して流し込んだら、今度はまず先にちょっと混ぜようかな。ちょっと混ぜてから広げて、でビシッと焼き目をつけて、忘れ物。でこれで返そうか。なんか近い気がする。でソース塗りたくって、でマヨ。でこれで完成。いや、多分これはいけた気がするよ。だいぶ近づいた気がする。このなんていうんやろうね、7割方卵に火が通った感じ。中心部分だけまだトロトロみたいな。火の通ったところと火の通ってないトロトロのところの2箇所の味わいが楽しめるみたいなね。さっきより全然うまい。皆さんされるときはぜひぜひこっちの焼き方で。個人的には最初にこう広げてからこう混ぜるところ、あそこもうちょっと焼いてもよかったかな。いやでもそれにしてもうまいわ。もう豚バラ最高。それではいよいよちょい足しアレンジといきましょうか。そしたらまず溶き卵に、まずはコンテチーズ。フランスの国民的チーズのコンテチーズ。もう親の敵かっていうぐらい入れましょう。そしたら続いてがオランダのゴーダ・デュメ。オランダの世界一有名なゴーダチーズ。それのゴーダチーズのうち4月から5月の新芽の時期の牧草、柔らかくて上質な牧草、あれを食べた牛の乳で作ったゴーダチーズ、これもたっぷりと。あとここにパリミジャノレッジャーノとかね、あんなの粉にして入れるとも美味しそうね。そしたらここに温め直した熱々の焼きそば。そしたら油引いて、ドーン。そしたらそこのチーズがカリッとするくらいまで焼いて、せーの。うわー、めっちゃいい香りする。そしたらスライド。俺もういっちゃう。あとはとどめの追いチーズ。あ
とは蓋をしてチーズを溶かして、そしたらこちらにはケチャップとちょっと彩りでパセリ、これで完成。いや多分これね絶対うまいと思っちゃう。まあ外れはせんでしょう。いやかなりいい感じなんやないかな。あんまりビヨーンとは伸びないけど。あこれはうまいわ。うわこれ白ワイン合うやろな。ちょっと白ワイン持ってこう。いただき物牧岡甲州。いやこれうまいな。かなりさっぱりすっきりやね。酸味が心地よいわ。いやーよう合うわ。いやチーズの力って偉大やね。さっきまでのおむそばは多分ビールかハイボールかレモンチューハイぐらいかなと思ったけど、こんだけチーズが入るともう白ワインめっさ合うね。てかもう正直もうソースの味はほぼ消えたよね。チーズ強いな。ごちそうさまでした。いやーうまかったね。もう軽く普通にほろ酔いですね。いやーいいご飯やったわ。てかあれね、ソースとかマヨネーズとかケチャップとかこういった軽くジャンキーな感じがまたいいよね。で今回こうやって大阪のお店のおむそばを再現してみたんですけど、再現度的には 70% くらいかな。それでも自分的には結構満足。普通に美味しかった。またなんかこういったなんていうかな、ご当地グルメじゃないけどなんかそういったものもしていきたいですね今後ね。基本的に家に引きこもってるんで、そのご当地グルメを口にする機会があればですけど、またこうご期待ということで、では今回はこの辺で終わろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。では。